ブスの MBTI ランキング大体1位 INFJ。 このカセット。絶賛5月病です。もうね、今は自分に優しくしようと思っていて、見えてると思うので、もうちょっと先に出したいと思います。じゃーん。こちらはレモンティーとハーブスのケーキと見せかけてシャトレーゼの300。もう本当に気づいたら5月病っていう感じで、なんか何もやる気出ないんですよね。なので今本当になんかゆったりというか、プールとかにさあるじゃん、頑張らなくて泳がなくていいよねみたいな、ただ浮いてるだけでいいです。隣でさ死ぬ気でクロールとかバタバタしてる人の横でプカプカ浮いてるみたいなね、そんな状態です。ちょっとねつべこべ言ってないで食べていこうと思います。逆の方触っちゃった。最悪。本当にさ、なんなの5月病って。どういうこと？まずどういうこと？なんで5月になると病むの？いや、病んではない。私は一人の時間が多いから。別に一人が好きというか選んでこう一人ばっかいるんですけど、ね、ありますよね、そういう時。いただきます。ちょっと別に病んでますとかじゃないから。私病んでますって思われがち？わかんない。どう見えてるかも知らないですもん、自分が。病んでないよ、別に。いただきます。病んでますとかいうサムネで、つってね、病んでますアピールする人嫌いとか前の動画で言ったばっかでね、こんなこと言ってて本当に、ちょっと申し訳ない。ですけど、いただきます。美味しい。幸せ。いやもう本当に幸せだからさ。なんか怖いよ。幸せなんで、こんな美味しいもの食べれるんだもんだって。毎日夢の中で、戦ってるので、なんて言うんだろう。世界が終わる系の夢ばっか見てるから、夢から覚めるたびに、幸せだなって思えるんですよ。なんかいいのか悪いのかわかんないけど。だから別に幸せです、私は。だから別に今日はね、悲しいですとか寂しいですって言いたいわけじゃない。そういうの嫌だから。だけど、怒りに変えればいいんですよ。ごめんなさい、行儀悪くて。すいません。なんですけど、怒りに変えてきたけど、私は人前で怒る勇気とかないから、誰かに当たるとか無理なんですけど、私だからYouTube っていうね、インターネットで、晒していこうっていうか、黒歴史、デジタルタトゥーを刻んで、ストレス発散をしていこうかなっていう。一番言いたいこと。本当に INFJ が舐められています。はい。すいません、ちょっと挨拶遅れてしまったんですけど、INFJ 取締役、代表取締役、取締役代表だよね。代表取締役、ほのか Z です。こいつ大丈夫？ INFJ 代表って言ってたのに、ちょっと出勤が遅れてしまって、本当に、年に2回とかしか出勤してない。本当に待たせちゃったなって、ちょっと心の底から謝罪なんですけど、そうですね、ちょっと危機感大丈夫って INFJ。私、X っていうかさ、YouTube とかもだけど、昨今、MBTI ビジネスじゃないですか。なんでも MBTI ね。MBTI。で、X も MBTI。もう大体そういうの、もう何百万インプレッションついてて、その中でね、〇〇なMBTI ランキングみたいなのがあるんですけど、大体1位
ちょっと待って、違う、なんて言うんだっけ、X の MBTI ランキングだいたい1位 INFJ。 本当にそうじゃない？なんかもういいよみたいな、なんかね、大体しかもマイナスなこと、やっぱ人ってそういう恐怖をそそられるものっていうか、そう怖いなって思うものをみんな見ちゃうわけじゃん。で、なんかなんだろう、最も傷つきやすい MBTI、 最も孤独な MBTI、 最も舐められやすい MBTI みたいなので、こうランキングでね、こう X に書いてあって、ポストに。で、1位はリプランみたいな、1位見るともう全部 INFJ なの。なんかもう、最近もう分かっちゃってさ、全部。どうせ INFJ でしょって見てたって言ったら、もう、はい INFJ。もう分かったよっていう、なんかもう。で、なんでね、その、INFJ1 位に使われがちかっていうと、やっぱ多いのにすればいいじゃん。で、一番日本で多い MBTI って INFP じゃん。なんだけど、なんで INFJ かっていうと、やっぱ少ないって言われてるのね。INFP と P と J しか変わんないのに、INFP は日本では一番多くて 60% ぐらい。なんだけど INFJ は、わかんない。ちょっと今いろんな説あるけど、世界的には一番少ないとも言われてたり、日本でも、どうなんだろう。最近多いとも言われてるからわかんないけど、でも少ない。少数派。で、その INFP とよく似てると思われがちなんですけど、違うんです、全然。違うらしくて。なんかちょっとね、MBTI よりも、なんていうの？ I とか E とか N とか T とかそういうのの、なんかさらに上があるらしくて、MBTI って。なんかそこまでの領域に私達せずにね、その MBTI ブーム自分の中でも終わってるんですけど、そのすごい領域に行くとなんか、主要感情というか、一番大事なものみたいなのがあるらしくて、それが、INFP は FE かな、その英語忘れちゃったけど、自分の感情とか世界観が重要なのね。だけど INFJ っていうのは他の未来とか本質とかそういうとか違うんですよ、とにかく。簡単に言うと INFP は自分の世界というか、よく言うと自分の世界を大事にしてて、悪く言うと自己中。で INFJ はよく言うと相手の気持ち優先、相手の幸せの方が自分の幸せみたいに言うとめっちゃよく言うとそういう感じで、悪く言うと若干他人軸というか振り回されがちなんですけど、その INFJ は他人のことばっか考えてるから、てか周りのこととかそういうのばっかりだから、自分のこと分かってくれる人間が少ないんですよ、リアルには。リアルでは自分のことあんまり出せないし、だからさ、あんまりいないじゃん、リアルでは INFJ って。私はそうなの。あんまり、てか出会ったことなくて INFJ に。だけど、ネットにはめっちゃいるじゃん、INFJ。なんでかっていうと、やっぱ、ネットはマイノリティが、その少数派が、うじゃうじゃいる世界だし、それでやっぱ分かってくれる人いたみたいな気持ちになっちゃうの、INFJ ってすぐに。なんか、この人分かってくれる人ここにもここにもみたいな。で、群がってるんですね。その餌食になってるんですよ、INFJ って。ビジネスの餌食。リアルでは分かってもらえたみたいな。この人分かってくれてるみたいなことがないから、本当に。だから、そういう分かってくれてるみたいな。しかもマイナスなことね。その傷つきやすいとか、一番宇宙人な MBTI とか。なんか、そういうのに、1位に選ばれてると、なんかさ、私はもうさ、なんか舐めすぎじゃないって思うんだけど、そんなんでさ、なんか分かってくれたってなるかよって思うんだけど、でも、引用とかリプ見てると、もうまんまとその INFJ が、なんか、いや、本当にそうなんだよね、みたいな。なんかみんな分かってくれないとか、なんだかんだ孤独なんだよね、とか、なんか言っててさ、なんかちょろっていうか、ダメだよって。私そんな風に育ってた覚えないよって。ちょっと INFJ 代表として。マジで誰？全然、もっとさ、ちょっと、INFJ の魅力ってそのミステリアスとかさ、あんまり人に心を開かないのも良さというかさ、だったはずじゃん。なのになんでそんなホイホイついて釣られてんの？ INFJ ビジネスに。そう、MBTI ビジネスじゃなくて、もう INFJ ビジネスになってる、ほぼ。もうなんかそういう人のポスト見に行くじゃん。アカウントもうたまになんかちょこちょこその MBTI ランキング挟んであるのね。その他の投稿もしてるけど。その青バッジアカウントね。で、大体バズってる、その何百万インプレッションとか言ってるのがその MBTI ランキングなの。で、全部1位 INFJ なの。もう分かってるじゃん。完全に確信犯じゃん。もう。なわけないのにさ。確かに、そういうのに当てはまりやすいっていうのはあるけど、でもなんかもう、舐めすぎだろっていうか、みんなもっとさ、自分を大事にしようよ、ねっていう。
めんなさい、ちょっともう落ち着きますね。すいません。取り乱してしまいました。もう私が言いたいのはとにかく翻弄されるなっていう。自分を大事にしていけ、自分の領域を守ろう。そう、ほいほいついていくのはもうどんどん人間不信になれ。INFJ の特徴としてね、あんまり人に心開かない。人を信用できない。もうそれを極めていこうよっていう。もうね、信じちゃダメです、そんなの。信じられるのはもう代表の私だけっていうお前が一番感じなんですけど、ほのかぜっと。だからね、逆に、悪用するなら、スキピが INFJ っていう人、男でも女でもどっちでもいいんですけど、っていう人はね、ちょろいからね、そういうの INFJ って分かってくれるみたいな人が少ないから、分かってるよみたいなこと言うと、イチコロですよ。INFJ、非恋愛体質とかあんまり恋愛しない人が多いけど、大体外れてるから、こういう性格でしょみたいなやつっても大体外れてるから、私で言うと、兄弟いるんですけど、私。どう思いますか？私はどっちだと思いますか？私もこういう質問、自分から言わないけど、兄弟いるみたいな、よくあるじゃん。そういう質問に、私、逆質問逆にどうって、どっちだと思うみたいな、めんどくさいことするんですけど、もうね、ほんと9割ぐらいに、妹でしょとか、一人っ子でしょって言われるの。ノン。本当に分かってない。だから妹が多いかな、一番。真逆だから、本当に。妹要素ゼロ。ほぼ。もう真逆の、姉なんですけど、全然長女体質なのに、妹って言われるんですよ。でもその1割の人にたまに、お姉ちゃんっぽくないみたいな。お姉ちゃんでしょみたいに言われると、みたいな。なんで分かってなんで分かんないみたいな。ってなるから、そういう、兄弟あるある私の話だけど、大体外れてるからINFJ って。で、そういうの当てられた時に、結構ちょろいですね。イケメン美女だったら一発でもう落ちてしまいますし、別にそうじゃなくても、意識してしまう。その人のこと。なので、好きな女の子とか好きな男の子がいる方がINFJ だった場合は、もうその人のことを徹底的にね、そういうのが分かるタイプの人は、そういうことをポロッと、〇〇のタイプでしょとか言われると、イチコロなので、おすすめです。はい、何の話っていう感じなんですけど、もう、だからもうみんな INFJ はそういう結界を張って、自分の領域の中で、自分用の帳を下ろしてね、もう誰も入れてきませんっていう感じで生きていきましょうっていう感じですね。私はもう代表としてね、もう一生流れてくるんですけど、私を貶めようとしてくるんですね。青バッチアイコンがもう一生 MBTI ランキングって言っても 1INFJ っていうのも一生流れてくるんですけど、仕方ないかなって。結局、こんな気分がちょっと落ちてたのも、その呪いのせいだったのかなって感じで、本当に、いつ五条悟が現れてくれるのかなっていうか。結論はそういう感じで、本当に、五条悟しか私のこと救えない。本当にさ、もうでも私は、ちょっと MBTI は飽きました。飽きた。もうそういうのをやられすぎて飽きました。どうですか皆さんは。嫌だよね、基本。基本みんな嫌いだよね、MBTI。MBTI いうやつセンスないってなってるじゃん、今。私全然、飽きたけど、全然これからも使っていく。もう初手で聞きたいもん。もうそれだるいからさ、分かり合おうとか。話し合いで分かり合おうとか、だるいからもう、初手で聞きたいもん、私は。MBTI 何ですかっても。はじめまして、のかです。MBTI 何ですか？でも聞きたい。本当にもう。楽じゃん、その方が。いちいちさ、私みたいに相手のことを、いや、分析はしてないけど、やっぱ相手が楽しんでいてほしいからさ、っていうのはすごいお前何様だよって感じだけど、そういうタイプだからさ、
相手に合わせたいのよ、会話とかを。だから、やっぱ聞きたいんだよね、初手で。という感じで、ちょっとゆっくり食べたいと思います。こんな怒りながらじゃなくて、このケーキはね。皆さんもイライラしたことありましたら、久しぶりに私がさばいてやろうかなと思うので、私が代わりに怒ってあげようかなと思うので、前回1回だけやったんですけど、イライラしたこと、自分の身に起こった理不尽。今回はちょっと X の話だけど、普通に身に起こった周りにいた嫌なやつとか、災難とかを、ぜひ、Google フォームに、概要欄に貼っておくので、Google フォームで、書いて送ってください。もうこれは本当になんかそういう詐欺とかね、そのアフィリエイトに誘導するとかじゃないので、普通に、私が怒ってあげるので、書いてください。じゃあ5月病も乗り越えていきましょう。はい。では、またねー。